こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。7月28日月曜日、時刻は夕方の6時15分を回りました。今この時間帯は少し風が吹いていて心地いいですね。とても涼しいですが、日中はものすごい暑かったですね。今日も最高気温が確か35度を記録しまして、いやー、去年よりもさらに暑いんじゃないんですかね。ちょっと座ります。本当だったら向こう側で撮影しようかなと思っていたんですけれども、あいにくこの時間帯ですね、意外と来てる人が多くて、やはりみんなその夕方以降に散歩する人が多いのかもしれないですね。なんせ日中はもうとにかくね、日差しが強すぎてものすごい暑いですし、でもうそうなってくるとどこも出かけたくないじゃないですか。僕だってそうですもん。最近はね、日中その昼間の時間帯に撮影する機会がだいぶ減りまして、でそのこともあって、で最近ではね、こうやって時間帯をずらして、撮影するか、または空調の効いた部屋でというかエアコンを効かせたような状況でね、要はその自分の部屋で撮影するか、そんな感じでね、最近はそういう感じで、動画を撮ることが多いですね。本当にね、日中昼間の時間帯に撮影するのは本当に厳しいです。今日何の話をしようか考えていたんですけれども、人それぞれのミニマリズム、こういったテーマを交えて話したいと思います。すべて僕個人の主観と見解に基づいて話す内容となりますので、そういう意見もあるんだな、そういう考えもあるんだなっていうぐらいの気軽な気持ちで聞いていただければ幸いです。それではよろしくお願いします。まず初めに伝えたいことがあるんですけれども、ミニマリズムを取り入れること、またはミニマリストとして、生活をする上で明確な基準というものはありません。当然ですよね。例えば所有する持ち物は最大で何個までとか、部屋の広さは6畳から10畳の間とか、別にそんな決まりはどこにもないんですよ。だって人それぞれ住む環境が違ければ、勤めている仕事、業種も全然違いますし、であとは世帯人数、要は一人暮らしなのか、または結婚してるかどうか、もしくは子供が何人いるかによって、生活スタイルというのは全然違いますし、日々の生活で必要としているものは人それぞれ全然違うわけですよ。僕の場合はこうして一人で暮らしているわけですので、別に子供がいるからあれを買わないといけない、これを買わないといけないとか、そんな事情は特にないわけですし、僕自身はこうして、独身で、暮らしているわけですので、それはそうですよね。もし自分が万が一結婚していたら、多分こんな風に動画撮影をしていないかもしれないですし、それどころがもうあまりにも忙しすぎて、そんな YouTube とかそんなんやってる場合じゃないよねっていう話になってしまうわけだから、いずれにせよね、こうして、個人で何かを発信し続ける上で、今自分ができることを、こうして時間が空いているうちに、こうやってね、自分が今本音で話したいことや、できる限りその身軽でかつフットワークを軽くして、自分のペースで続けられるようにするための、どう言えばいいんですかね、自分自身の活動がよりやりやすくするための手段の一つとして、僕はあえて、ミニマリズムを取り入れています。持ち物もほんと少ないんですよね。洋服もここ最近は本当にもう毎日ほぼ同じものしか着ていないし、全く一緒っていうわけじゃないんですけれど、もうご覧の通り、もう半袖とこのハーフパンツですね。夏の時期はもうデニムとかチノパンとか、ああいう風通しの悪いものは履けないですね。暑すぎて耐えられないです。スラックスとか、あとは何て言うんですかね、アウトドア仕様のロングパンツとか、そういうものだったらもちろん履きますよ。例えば人と会う時だったり、何か大事な用事とか、そういうものがあった際はさすがにね、その状況に見合ったものを着るようにはしてるけれど、
ほとんどないですねで特に僕はスーツを着るのがあんま好きじゃないんで、できればそういうスーツの着用が求められるような業種はやらないことにしていますし、そういう仕事はやらないことにしてるんですよ。そのための手段というか、消去法で、どんどん一個ずつ減らしていくようにした結果、今に至るっていうわけですね。ご覧の通りものすごい自利品ですので、めっちゃ質素ですよ。本当に質素な生活を送ってるんで、でもそれで満足なんですよね。全然質素ではあるんですけど、その分シンプルな暮らしをこうして続けているわけですし、不要なものは買わない、いらないものはいらないで、洋服も最小限の数があればそれで十分なんですよね。で言ってみればカバン一つで移動しやすくできることだったり、あとは日本国内と海外を旅するってなった時、本当にね、持ち物は少なければ少ない方がいい。これは断言します。本当にね、物は少ない方がいい。洋服がね一番かさばるし、一番重量が増えてしまう要因の一つではあるんですけれど、もう本当ね、2泊3日かもしくは3泊4日ぐらいの数の衣類があればそれで十分なんですよね。こういうね、速乾性のある T シャツとか、あとはハーフパンツもそうですし、靴下もそうですけれど、もう基本的に1日着たものはその日の夜に洗うこと、これが一番楽ですね。熱々のお湯を使って、でなおかつシャンプーとかボディーソープとかそういうものを使って泡立てて、そうやって手洗いをすれば翌朝にはすでに乾いてますし、汚れも大抵落ちているわけですし、で匂いもほとんどないんですよね。人間の体の8割か9割近くはお湯で洗い流せるわけですし、そのことを思えば本当ね、私生活における最小限の衣類というか、あとは出先、そのどこかへ移動する時とか旅をする時もそうですけれど、本当にね、洋服は最小限な方がいい、マジで。でいろいろ試してみた結果、デニムはめっちゃ暑いし、でものすごい汗かきやすいし重いんですよね。であとは何ていうんですかね、デニムを履いてこの真夏の時期に履いたとして、でその辺歩くじゃないですか。すんごい汗かくんですよ。で汗かいた後の肌触りというか、質感がものすごい気持ち悪くて、で匂いも強く残るわけですし、いろんな面で使い続けることを考えた結果、これやめた方がいいなと思って、それでデニムを手放したんですよね。で正確には真夏じゃなくて、あと真冬の時期に履く裏地付きの暖パンっていうんですかね、裏地付きの真冬仕様のデニムがあるんですけれど、それはまだ家に置いてあります。ただ真冬の時期を除いて、もう春夏秋、この時期においてはもう履くことはないと思います。なんせ重いですし、でこの前久しぶりに無印良品とユニクロで試しにデニムを履いてみたんですよ。スリムタイプのデニムを一回履いてみたんですけども、肌触りがだんだんとちょっとね、自分の体に合わなくなっちゃって、今こうして履いてるこのモンベルっていう日本のアウトドアメーカーのハーフパンツをこうして履いてるわけですし、で同じメーカーのロングパンツも家に置いてあるんですけれど、もうこういうアウトドアメーカーの洋服がね一番楽なんですよね。 T シャツもそうですし、ゴアテックスの上着、レインジャケットもそうですし、あとはボトムスもそうでなおかつ、今こうして履いてるこのハイテックというこの別のアウトドアメーカーのサンダルもそうなんですけれど、こういうのがね一番楽なんですよね。ソールもしっかりしてて、もうこのサンダルに関しては買ってから9年ぐらい経つのかな。でもバンバン使えますね。もうまだまだ現役で使えます、昔と比べて本当に少なくなりましたね。洋服の数はもう当時の8割か9割近くは大幅に減りましたし、昔はねよくブランド物の服を買ってた時期はあったんですけど、今は全くないですね。で
持ち物の数についてなんですけれど、これ別にね真似をする必要はどこにもないんですよ。だって人それぞれ、生活スタイルは全く違うわけですし、でさっきも言ったように勤めている仕事内容だったり勤めている会社も違ければ、あとは住む環境によってね、車が必要な人とか、いろいろ事情が異なるわけですよ。で極端な例で言ったら建設業とか飲食業とか、あとは看護師さんとか、あとはそれ以外に医療関係者とか、何でもそうですけれど、どうしても必要なものがたくさんあるっていう人だったり、どう言えばいいんですかね、仕事上どうしてもこれが必要だからこれを手放すわけにいかないとか、あとは生活する上でやはりどうしてもこれだけは手放せない、どうしてもこれだけは必要な事情があるっていう人は、その場合はねさすがにちょっと物を手放すのはちょっと難しいかなと思うんですけれど、それを除いて、何かを買うってなったとして、ちょっと待ってください。今なんかびっくりしました。すいませんね、なんかちょっと人の気配がしたもんでして、あれ何の話をしたっけな。ちょっと今カメラを止めたんですけれども、カメラを止めたタイミングで話を戻すってなった際、途中どこまで話したっけなみたいな、そういう風になることがあるんですよね。さっき言ったような、なんか一部の業種だったり、なんていうんですかね、生活状況とか世帯人数によって、最小限これだけは必要っていうような事情を抱えてる人も当然いるわけですので、それはしょうがないと思うんですよ。だって人それぞれライフスタイルも違うわけですし、人それぞれいろんな生き方があって、いろんな働き方があって、人それぞれ全然違うわけだから、いずれにせよ有名なミニマリストの方がいたとして、同じような生活スタイルを実現できるかって言ったらほぼ不可能なんじゃないかなと思うんですよね。だってそれもさっき言ったように人それぞれ全く違う事情を抱えてる人が当然いるわけだから、人それぞれ異なるわけですよ。それはしょうがないじゃないですか。そのこともあって、僕自身もさっき言ったように、どこかへ、移動する、どこかへ旅をするってなった際は最低限これさえあればいいとか、もうバックパック一つで移動できる分の量さえあればそれで十分っていうふうに僕はそう言ってるんですけれど、でも人それぞれ、価値観が違ければ優先順位も違うわけですし、移動する先やあとはそこで何をするかによって全然違うわけだし、それこそアーティストとかスポーツ選手とか、あとは日本伝統の衣装、着物とか浴衣とかあるじゃないですか。そういうものをたくさん抱えて、で、行った先で何かパフォーマンスをするとか、何か舞台を演じるとか、何かそういう事情を抱えてる人がいる場合は備品とか抱えるものが当然増えるわけだから、それはしょうがないと思うんですよ。カメラマンの方もそうですし、映像クリエイターの方もそうですし、さすがにね、ああいった業種の方々ですとどうしても必要不可欠な備品とか電子機器類が増えてしまうわけだから、それはしょうがないと思います。さすがにね、ああいった業種の人たちに関してはバックパック一つだけでは対処できないと思います。多分できる人はいるのかもしれないけど、それは本当にもうごく少数の限られた人しかいないと思うんで、それはさすがに無理だと思いますね。想像の範囲でしか言えないんで、ここではちょっと何とも言えないんですけれども、というわけでそろそろ時間ですので、どの辺でまとめたらいいか話をしている中でずっと考えていたんですけれども、人それぞれ、ライフスタイルは異なるわけですし、別に僕が言った通りのことをする必要はどこにもありません。で、いろいろ試してみて、いろいろ試行錯誤を繰り返す中で、最低限これは必要だけれどこれはいらない、最小限これさえあればそれでいい、もしくは去年の今頃と比べて、今年の自分は大幅に荷物が減った、で今の生活で十分事足りるとか、そういう感じで人それぞれのあなた自身のミニマリズムを確立することができればそれでいいんじゃないかなというふうに僕はそう思います。2025年7月28日現時点で僕が今考えていることをありのまま喋っているだけの内容ですので、もしかしたら
1年後2年後3年後また時間が経てば考え方も変わってくるわけですし、優先順位とか今持っているものとかで現時点でこうやって着用している衣類ももしかしたら変わっているかもしれません。それについてはまた後日アップデートするような形でまた話したいと思います。というわけで今回は僕が現時点で考えていることをひたすらありのまま喋ってみたんですけれども、いかがだったでしょうか。ほんのわずかでも楽しんでいただけたら嬉しいです。というわけで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。